はい、では今日は池戸洋平さんに来ていただいたので突然ちょっと撮ってます。よろしくお願いします。そんな予定じゃなかったんですけどね。はい、びっくりします。すいません、見学に来たんですが、まさかこんなことになるとは。せっかくなのでやりたいの、よろしくお願いします。お父さんとしてくれてね、そうねえ。娘が生まれた時のことどうだったのかなっていうことをちょっと話していこうかなと思うんですけど、そうですね。うちは大晦日12月31日に生まれて、すごいですね。それは予定日が28日だったんですけど、なかなか陣痛が来ないっていうことで、お正月休みになるからってちょっと検診がてら病院に行ったら、なんかちょっと破水してて、でちょっとうちの病院では手に負えないからどういうことって急に。で産院から救急車で大きな病院に運ばれて「どういうこと?」って言って、その日の夕方に生まれたんですけど、僕は立ち会い出産の予定したんで、ビデオカメラ全部セットして準備して、で慌てて持って行って、でビデオカメラが時間をしっかり合わせたのに産院の時計が5分進んでたんですよ。これちゃんと時計抜いたりとか、先生の顔抜いたりとか、分娩室とかいろいろ映しながら立ち会ったんですけど、5分進んどっちゃいかんだろうと思って、年が変わっちゃうじゃないですか。ちょうど12月31日、そんなことを思いながらの出産にまだ余裕があって立ち会ってたんですけど、あっという間に生まれて、で非常に体重も小さくて、横にすぐ保育器が用意されていて、生まれたらすぐNICU に連れて行かれちゃったんで、お正月年明けからすぐ初日の出の中継をする仕事があったんですけどギリギリまで病院に行って検査結果をと思ったんですけど、もうなかなか出ないので、もう仕事に行ってっていうことで、初日の出の中継、ラジオだったんですけど、リポートをしたりとかして、局に戻ってきたらちょうど電話があって、娘の肺が破れて、もうその病院でも手に負えないからってことで、分かったってすぐ車で病院に行ったら、ちょうど保育器に乗せられた娘が救急車に乗せられて運ばれていくところに立ち会えたんですよ。ちらっと横顔だけ見えた。見えただけよかったですね。で、似てると思って僕に一瞬で。で僕は救急車の後、ずっと追いかけられませんけど、そのまま病院まで行って、で1月1日だったので、ずっと待合室で何時間もたった一人、もちろん病院はお正月休みなんです、待っていて、で先生が来た時にいろいろ検査をして、ちょっと今夜が山かもしれんって言われて、生まれたばっかりなんですけど、もう今酸素濃度 100% で今動かしてるけど、ちょっとこれ以上肺の状態が悪いとちょっと危ないかもしれんって言われて、で産んだ病院に戻っていったら、ちょっとそれさすがに僕は言えないのでどうだったって言われても、まあみたいな感じでそうなんですね。そんな事実は産んでほっとしてるとか言えないので、それを言わずに、僕の家には今度はうちの家族も来てたんですね。やっぱり僕たちにとって初めての子供だったんで、でもお酒飲みながらどんちゃんやってるんですよ、生まれたってなるほど。で家にじゃあ帰るからって帰ったけど、ちょっとそのままにも入れなくて、そこでも言えなくて、で家にも言いづらくて、もう一遍病院行って、言うこともなく、それで初日は終わったんですけど、ただ病院に帰る時に先生に娘を撮りたいので、写真に姿を妻に見せたいので、カメラとか持ってきていいですかって言ったら、使い捨てのフィルム付きのカメラだったら中で開ければいいよっていうことで、次の日それを持って行って中で開けて、で本当に全く動かないですね。でもう肺の中に管を通されて、でそういう治療を受けてるところをもう保育器にも入れてないんですよね、NICU で。でそこで写真を1枚パッと撮ったら、ちょっと暗いかなと思ったんで、看護師さんにちょっとフラッシュ焚いていいですかって言ったら、いいですよって言われて、でフラッシュを焚いて撮ったら、全く動かなかった娘が眩しいっていうことでキュッと目を強くつぶったんですよ。それを見た瞬間に、大丈夫だって、これは大丈夫だ、この子は生きていけるってなぜかそこで確信して、その写真は今でも家にも貼ってあるんですけど、で後々ちょっと時本当は大変だったってことは言ったんですけど、そのまま娘はずっと丸3ヶ月そこに入院してましたね。娘は頑張ってる、妻は産んでるし何もしてないなと思って私お父さんになったけど何もしてないなと思ったので、なんか僕も頑張ろうと思ったら、よし一番大好きなお酒を退院するまで我慢しようと心に誓って、ただその時はまさか3ヶ月も入院すると思ってなかった。なるほど。
気がついたら3ヶ月だからずっと我慢で、その後新年会とか仕事関係の飲み会があるんですよ。僕顔出すんですけど、ちょっと飲まずにいると普段飲むことを知ってるので、一緒に行ったマネージャーとかからどうして飲まないんだって言ったら説明したらお前が酒やめだって病気と関係ないだろうとか言う人がいるんですよ。いるでしょうね。言う人がこの心意気を分かってくれない、そんな思いを3ヶ月過ごしてました。すごいですね。いやそんな思いでした。すみません、私ばっかりいっぱい喋っちゃいました。うちはでもちょっとね、説明して似たような感じですね。うちはもう最初から横隔膜ヘルニアっていう病気が分かっていたので、もう愛知県でも一番高度医療ができる病院にで帝王切開で産んだんですけれども、うちもいきなり山場でした。まずエクモを回さないといけないってなって、もう本当に緊急で手術もすぐやると失敗しちゃうので、まずはエクモをつけて自己心肺で回して安定させましょうっていう話からスタートして、で相談相手もいなずになんか同意してくださいって医者から迫られて、いきなりもうお父さんがあってそうなんで大変なことになっていくんだろうっていうとずっと見守ってたんですけど、でもそれをつけて、で先生が言うにはこんなんずっとつけてちゃダメだからすぐ外さないといけないって今度言い出してですね、なんかドタバタだなとか、で3日確か3日だったと思うんですけど、3日で外して、でなんとか自分で、心臓で動いて、なんとか乗り越えてくれた最初のあれはね。でそこからでも手術をするタイミングっていうのを最初なんか見定めないといけないっていうところで、1週間ぐらいかな、そろそろなんか最初はなんか手術室が埋まってて、全然なんか手術の予定を入れれないという話で、もうでもこれはもうやばくなってくから緊急でやるしかないって言って、緊急手術で1週間後ぐらいに多分やったっていうのがそうですね。初めてですね。でも同じようにで、NIC に入ってて、本当になんか20本も30本も管をつけられて、保育器にも乗せられなくって、やっぱり同じようにそのまま置かれていて、で眠らされてるので水分がすごくってプクプクで、なかなか、すごい光景だなと思って、でしかも動けないしねなかなか大変な出来事ですね。生まれた一番大変なところをね、お父さん一人でよしそうですしょいながら判断しながら、そうですね。そうですね。私たちじゃ知りえないところを、そうだね。パパたちが背負ってくれて、でなかなかやっぱりね、こういう状態で言えないですもんね。事またにこうだからっていうのは。そうですね。手術をする1週間までの間、神社に行って、そうやること、そうだ一緒にやることないですよ。何が自分に何ができるか何ができるかって考えたら、僕はスタジング毎日行って、もう神頼みですよね。もう本当にもう生きるか死ぬかっていう話をされるので、もうこれは神頼みしかないと思って。でも毎日通われた。毎日行きましたね。本当に思いが伝わりましたね。通じましたね。そうですね。あんなに立派に成長してくれて元気で笑顔が一番ですもんね。そう本当そうですよ。ありがとうございます。なんかお父さんの立場からいろいろなかなかこんな話をすることそう普段ないないですよね。ないですね。ありがとうございます。すいません。お立場でありがとうございました。ゴゴスマの月曜火曜日のナレーターとしてナレーションを担当しておりますので、生読みしてますのでたまに間違えることもあります。よろしければご覧いただければお願いします。今日はありがとうございました。